桑原房江さん当時41歳。桑原さんは爆心地から 1.1 キロの登町に住んでいました。8月6日の朝、自宅の庭で空襲警報が解除になっているのに爆音が聞こえたので、おかしいと思った途端ピカッと光り地面に伏せました。桑原さんは家の下敷きになっていた夫を助け出し、一緒に選定、今の縮景園に避難しました。桑原さんの夫も3日後この場所で亡くなりました。このイチョウの木は当時のものですか？こんな大きいことはなかったと思いますけど、確かにありました。桑原さんご覧になった時はどんな状態だったんですか？この幹がパーッとあって黒焦げでした。じゃあもう焼け焦げちゃった。そうですね。でもそれが生き残ったんですね。イチョウのことよりか剪定があったいうことに感謝してここへ逃げてこられたのがものすごく命の恩人じゃ思うとりますよ。これがやはりないと。でイチョウは毎年来ますから、この頃に来てもう年に6遍も7遍も来ますからね、見上げてイチョウ見ますよ。それで主人の息を引き取った頃を拝みます。それ今でも記憶にありますよ。何が焼けた？竹の生が割れる音。それがじゃあこの竹林みたいなのがあったわけですか？これが竹林。まだまだここらにもあったんですよ。それが今これだけ残ったんじゃないですかね。で私は竹林を通って上がったんじゃから、園長さんがおっしゃるようにここだけでなしこっちもあったんじゃないかしら。下から降りてくるんじゃけんね。それが上がってくるんじゃ。それが周りの木も一緒に燃えてたんですか？燃えとるはずですよね。これここらには私らが上がるまでに燃えて、私はこれがおったら燃えたのが分かるじゃないですか。これでね、一旦落ち着いて、今炎がカーって、たら民かしらがね、登町が全部見たらね、竜巻にはね、炎がね、それから川がまたね、燃えてその勢いで水がブーッとこのぐらいまで上がるよ。この高台からよく見えたわけですか？高台のそこ降りてから、ここは通ってそこじゃけ、そう言って、それから今度は昼からじゃないかしら、落ち着いたのが。そうしたら沖本さんいう奥さんがうちの里の主人、お父さんと子供が2人おるんじゃがね、登町へね連れに行ってくれんか言われたんだ。そしたらみんなが「何を言うね、まあここはここのことや、上がってみなさいやい」上がってみたら何が何が、まあグレンの炎ざーっとしないが。とてもそんな助けに行ける。私もあなたも死なねえなら私はいかんよ言うて、あなたも行っちゃダメよ言うて、パン屋さんが言うてしたがね、みんな元気な人は手つかさよ、証拠が燃え出したよ言うて。証拠松の根があれが燃えてしもうたらあったらね、とてもここで黒焦げになるんよ、逃げられしまへんでって言われた。ほんでみんながじゃあ私らも頃は元気でしたからね、ほんでみんなバケツとか茶碗でもとにかくリレー式にところが池の水がぬるいぬくいよでしょ。それが汲んでね、こうやってパシャーッとかけるでしょ。シューッと消えるがまたバーですよ、燃え上がる。私らバケツ訓練をしっかりさせてもらうとるけん上手なはずじゃけど、入れ物がないから。茶碗なんかでやったらシュームさんもないでしょ。それでも池の水があったおかげでやっぱり助かった。そうですよ。そのおかげで消し止めてほっとしたら夕方よ。訓練いうのは遊び事じゃない思いますよ。今の奥さんなんかはね、訓練に一つも出てなかったの。ほいでね、沖本さん明かりが見えますよで、訓練にも出てないしね、それ子供も2人失い里の主人、ほいで私は今頃でも、ね、訓練をバカにしなさね、何の訓練でも潔く出なさい、バケツでもいっぱいの水を電子柱にバシャーッとかけたりね、そういうことをしとったら度胸が。分かりました。
避難されてしばらくはこの丘の方にいらしたわけですね。下の方には降りられなかった、なかなか。それは娘がなかなか来んからほったらある人に途中で会うたらお母さんは元気だけどもお父さんは重体よ言うてそれを訪ねてきたのが7日か8日かここでね上登町の上組はどこでしょう登町の上組どこでしょうか言うてここへ来ましたよ。それでここじゃ言うてそこで親子の対面しましたがねまだ心配だったほいじゃけどね私は嬉しい思うがお父さんはあえてここじゃ言うたらあれがお父ちゃんで呼ぶと返事するの私らが呼んだんじゃ返事せんの他の人もだから娘が呼ぶとって返事してそれきりいつもなったんですか。ほいじゃ9日の1時そこでそれでここへ拝みに来るんです前ねお茶畑のそこの下にね前に来ます。それでね死亡届みんな役員がおらんから私が死亡届をね脈を見ながら死亡届右で書きよったら私は初めて死ぬに吐く息ばっかりじゃね死んでる。皆さんちょっと変20人ぐらい落ちてちょっと聞いてみてちょうだい主人が変なのよ言うて言ってみたら吐く息だから時計持った人私は時計持っとらんけねそしたら1時でガンスでご臨終ですよ言ってお医者さんでない人ようちの借家の人が言うてくれてでした。寂しいってとにかくね、身内が生き生きとったら寂しくなるね。ガク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 震うてね娘も私もだから主人にねお父さんすまんけど先手の下を下ろさせてください寂しいから言ってで主人もね置いてそれからシーツ持ってきた人がそれをかけたら朝行ってみりゃシーツも取られたのよ。そうする暗闇の中で全く何の音も聞こえないんですか。聞こえますよ。空襲って何が燃える音それからまだブーッと音やらねそれから空襲警報解除じゃまだ6日の晩度も空襲警報解除じゃ警戒あれのこと声が何となしにザワ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 。それは壊れとらんかったでしょうね。残ったんでしょうね。畳石ぐらい少しは傷んだったかもわかりませんがね。これは水がきれいなかったらいいんですもんね。当時からあれですか鯉がいて水がきれいだったんですか。鯉はあれ終戦後が多かったんじゃないですか。寄付があったから、その前もおりましたよ。足元はちょぼちょぼしたんじゃけどおるんです。だから水がねなんかこう前のがおったメダカでないのが親だおるおるんですちっちゃいのがおるよ。こっから見たとしてもクスの木だけでしょ。イチョウの木。クスの木じゃイチョウの木だけ。どこですか。イチョウの木はどこになる。そここになる。あそこで飛び出てる木が。あれがねこう飛びった黒焦げの何だけです。竹やぶなんかも焼けてそれがまた芽が出た。竹は焼けても根がありますからね。残してもらいたい。命の恩人です。ここがなかって普通の街中だったら私らどこも逃げる途中で焼け死んどりますよ2人が。そうしたら帰ってきた息子たちはお母さんもおらんお父さんもおらんねお姉ちゃんもおらん今どうなっとるかったらゾッとしますよ。それやっぱり
こういう繁華街の中ではこの緑の場所っていうのはやっぱりそうそう木こそれ焼けたか知りませんけどね、工場高いとこへ逃げられてる場所があったからこそですよ。じゃから私はいつも息子に言うんですが、嫁にも言うんですが、出勤様々じゃけんね。ほじゃけ出勤この頃はほじゃけ園長さんも田植えの時とか茶摘みとか何かの時には呼んでくださってね、思い出しますよ。そういうことは忘れてはいけません。